今日のテーマは、熟年夫婦、妻がもううんざりと感じる夫の口癖3選です。なんで突然妻から離婚を言われるんだって驚くことは多いですけど、実は日常の口癖が妻の心を深く傷つけていた、そんなケースがとっても多いんです。口癖ってね、本人は無意識で言ってるから、そんなケースがとっても多いんですよね。はい、繰り返しね、同じ言葉を使うとそれが無意識にまで浸透し、自己イメージや行動に影響するって心理学でも言われています。そうだね、確かに誰かにダメだダメだってね言われ続けたら、どんどん自己評価が下がっちゃうからね。はい、そうなのよ。話せば話すほど自己評価が下がるような相手にはなるべく近づきたくないことは思うものです。だから夫婦喧嘩を良くしたいなら、嫌われる口癖に気がついてしっかり対処することが大事なんですよね。確かにね、今回こんな口癖を回避できる解決策をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では、熟年夫婦、妻がもううんざりと感じる夫の口癖3選、その1は、これは任せるよ、そっちで決めて。これダメなの？妻の意見を尊重してるし、信頼してるからって言ってんだけどな。まあね、相手を食べていいことを入れると思ってるでしょう。でそれが勘違いなのよね。妻からすれば夫は自分の責任を放棄してる。それなのにいかにもお前の意見を尊重してるんだぞっていう感じ。この自分は物分かりのいい夫なんだっていう態度に妻は無性に腹が立つんです。でも実際、俺がってね、何でも自分が決める夫もね、これ嫌がられると思うんですけど、もちろんワンマンはダメよ。妻が言ってるのは相談したいっていうことなんだよね。任せるよ、そっちで決めてっていうのはね、確かにこの相談役からは降りてるよね。それに普段から任せるよなんていう人に限って、その後何かあった時、あの時お前が言ったからって言いがちなんです。それはわかるかも。任せるよ、そっちで決めてっていう言葉でこっちに責任を押し付けてくる。結局生活全般に関して俺は関係ないからって逃げの姿勢がこの口癖に集約されてるのよ。この良かれと思って言ったんですけどね、妻にしたら無責任で頼りがいのない夫の代表的なセリフってことですよね。はい、大体ずっと幸せでいたいなら、何かあった時は必ずしっかり助けてくれるっていう夫を目指すべきなんですよ。任せるよ、そっちで決めてよって見事にその逆だから頼りがいゼロでしょ。はい、そう言われるとグーの音も出ません。では、熟年夫婦、妻がもううんざりと感じる夫の口癖3選、その2は、2つ目は、で結局何が言いたいの？結論はです。これもね、ついつい言っちゃうわ。そうね、夫にはいろいろ話してすごく理解してほしい、味方してほしいんですよ、妻としては。それなのにこの一言で、この人全然共感してくれない、味方してくれない、信頼できないと感じてしまう、すっごく不愉快な口癖なんです。でもね、実際妻の話ってね、ポイントが何なのかやっぱりわからないことが多いんだよね。それでって聞き返したくなっちゃう。それもわかりますよ。確かに妻の話は要点から入らないことが多く、夫は聞いていて疲れることも多いと思うんです。でもね、妻としては一生懸命話してるのよ。だから最後にこれを言われると、今まで話した時間を返せって思わず言いたくなるんです。私の悲しんだり傷ついたりしている気持ちを全然受け取ってくれてないじゃないって虚しくなるんです。確かにね、妻が話す目的が共感されたいということなら、夫はその期待に全然応えてないよね。そうよ、家庭は会社じゃないし、妻は部下じゃないんです。まるで自分が上司みたいなこの上から目線のセリフを1回言うたびに離婚という2文字が確実に近づいてきます。はい、夫婦の明るい未来のために、これは封印するように努力します。では、熟年夫婦、妻がもううんざりと感じる夫の口癖3選、その3は、でいいよ。例えば妻が疲れて帰ってきた、晩ご飯がない、そんな時大変だから焼きそばでいいよと言っちゃう。これはね、僕も昔は言ってたかもしれませんね。確かに。他にもね、そうめんでいいよ、お茶漬けでいいよとかね、いろいろあるんだけど、これ料理する人の大変さがちっとも分かってない、とっても無神経なセリフですよね。
同感同感。料理ってね、準備からと片付けまであるからね。どんなにね、この簡単そうなメニューだって時間も労力もすごくかかるよ。それをね、全くこの分かってない人から出るセリフだよね。そうそう、料理なんてパッとできるでしょとか、とっても考えていることがありありと〇〇でいいよに現れてる。妻からすれば、じゃあ自分でやってって言いたくなりますよ。私たちの YouTube では夫も料理をすべしってね、何遍も言っていますけども、まさに離婚回避の王道は夫も料理することなんだよね。本当にそう。特に熟年世代の夫婦は食事の支度は妻の仕事なんていう考えが強いから、長い結婚生活料理し続ける重圧を背負い続けた妻も多いです。その時のね、辛さが結婚何十年経ってもね、忘れられない妻はね、多いだろうね。はい、そうなのよ。今回 Vlog でこのテーマについて発信したところ、女性からものすごく共感されてます。そうそうってみんなが言って泣いてる姿が見えるみたいなのよ。確かに夫の皆さん、黙々と料理し続けてくれた妻への感謝をね、忘れちゃいけませんよ。ということで、本日は熟年夫婦、妻がもううんざりと感じる夫の口癖3選出せるよ。そっちで決めて。では結局何が言いたいの？結論は〇〇でいいよについてお伝えしました。そしてこんな口癖を回避する秘訣は、逆にそうだねを意識して口癖にすること。これで自動反応的に言ってしまう口癖をストップできます。まずそうだねと受け取って一呼吸を置いて対応する。そんな意識を持てば、妻に対する自分の関わり方も変わってきますよね。はい、今回熟年離婚を招くすれ違いの癖はどれというね、この3秒でできる心の診断を作りました。簡単にできて楽しめる内容になっているので、気軽にやってみてくださいね。リンクは概要欄でご確認ください。夫婦の笑顔が世界を変える。世界中の夫婦が幸せな未来へ羽ばたけますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしてます。